おはようございます。たかしです。それでは月曜日からのポンド円とドル円の相場の見通しをやっていきます。まずはポンド円の冷やしです。現在はポンド円下落から上昇に向かっていくのかどうかっていうところを見ております。直近の動きを見ているとここでこういった上昇トレンドを作ってきているんですね。で、初心者の方がよくやりがちなミスなんですが、上昇トレンドというとこういう一直線の上昇をイメージする人がいるんですが、そういう動き方はまずしませんので、そこは間違えないようにしてください。上昇トレンドっていうのは必ずこういうジグザグという波を描いて上昇していきます。当然上昇する局面があれば下落する局面もあるということなので、そこの動きを想定しておく。つまり現在は上昇トレンド中なんですが、その中の下落の調整の下落を行っていたというところですね。ただもちろんここからこういう風に下落していくということも当然ありますので、そこはリアルタイムな動きを見ていく必要があります。現状は上昇トレンド中、ただし直近の戻り高値が超えられていないので、例えばここでこういう大きめのダブルトップみたいな、こういう動き方をしてくる可能性もあります。その辺の節目として GMMA を見ておいてください。現在は GMMA を上抜けてそこに押しをつけて上昇できるのか、そしてこの GMMA 下抜けてくると先ほど言ったダブルトップでの下落ですね。こういう下落になっていきますので、今 GMMA に接触してきておりますので、ここでサポートされるかどうかっていうところ、月曜日からの動きに注目です。では4時間足を見ていきましょう。そんな中で4時間足は少し怪しい形、上昇に限りが見えてきたっていうところですね。今まではこういう上昇トレンドを作っていたんですが、木曜日から金曜日の下落が結構強いんですね。ですので今 GMMA の青帯が横ばいになってきました。ということはレンジですね。ここでのこういうレンジを想定しておいてください。このレンジを抜けた方についていく。下抜ければ先ほど言ったように、日足ダブルトップみたいな形からの下落、大きな下落になっていきますし、上抜ければ日足の上昇トレンドが継続という、そんな考え方になってきます。なので考え方は単純です。では1時間足です。4時間足先ほどレンジと言いました。こうですね。この間での動きを想定しておいてください。ですので上がれば売られるし、下がれば買われるっていう、そんな考え方ですね。そしてレンジを抜けた方についていく。ただこれレンジ上抜けた場合もすぐここ抵抗ラインがありますので、そこはご注意ください。基本的な考え方はレンジの上限からの下落、もしくはこの抵抗ラインからの下落、そこを上抜けてくると上昇しやすくなります。逆に下抜けた場合はここからの下落が考えられます。ではドル円の冷やしです。こちらはずーっと下落トレンドを描いておりますので、現在は調整の上昇中、ここから下落していくのかどうかっていうところを見ている最中です。もちろん GMMA 上抜けてくると上昇に向かっていきますが、現在は下落トレンド中ですので、まずは GMMA 付近からの下落ですね。今ちょうど GMMA 付近まで上昇してきましたので、ここから下落に向かうのかどうかっていうところを見ておきたいです。では4時間足です。4時間足は今までこういった上昇トレンドを作っていたんですが、木曜日から金曜日にかけてのこの下落ですね。ここで上昇トレンドの形をちょっと崩してきました。基本的にはまだ上昇方向は向いているんですけれども、今直近の動きを見ていると GMMA は横ばいですよね。日足の GMMA がここにありましたので、ちょうど今日足の GMMA で上値を抑えられて、こんな形で下落するのかどうか。もちろん上抜ける可能性もありますけれども、それが今どちらになるのかっていうのを迷っている最中です。ですので GMMA が横ばいでレンジを想定しておいてください。こういう動きを想定しておくですね。直近意識されるのが金曜日の高値、そして水曜日の高値ですね。このあたりを意識しておいてください。そして下がってきた場合はここですね。この辺を意識しておく。つまりレンジとしてはこういう動きを想定しておいて、その中でさらにこういう細かいレンジを作ってくる。ここの金曜日の高値安値での細かいレンジを作ってくる可能性も考えておくといいと思います。もちろんこれ木曜日の安値下抜けると大きく下落していく、日足の下落に戻っていきますので、もしその動きをするのであればそこに乗っていくと大きめの下落についていけると思います。逆にここの高値ですね、150円付近を明確に上抜けてくると、日足の GMMA を上抜いてくるので、そこからは次は上昇しやすくなっていきます。では1時間足です。4時間足がレンジですので、1時間足も当然レンジですね。横向きの動き。なのでこの辺、先ほど言った小さいレンジがここですね。この中での上がったところからの下落、そして下がったところからの反発上昇を見ておいてください。レンジを上抜けるともう一つ大きなこのオレンジの水平線でのレンジに入っていきますので、まずはこの小さなレンジを上抜けるか下抜けるか、こういう動きのところからの上抜け下抜けを見ておく。そしてそこを抜けてくると次はこの大きなレンジに移行していきますので、その中の動きを見ておくという、そういう考え方をしておくと、どこでエントリーするかっていうのが非常にわかりやすくなると思います。
それでは本日は以上です。現在使用しているチャートがトレーディングビューというのですが、非常に使いやすいチャートですので、まだご利用でない方は一度試してみてください。概要欄に URL を貼っておきます。無料で利用ができます。有料プランもありますが、無料で十分利用できますので、まずは無料で使用してみて、もし有料の機能が必要なのであれば、そちらにグレードアップすることも可能です。また、ノートのメンバーシップ会員を募集しております。毎朝更新の詳細な相場分析、それから週末のスキルアップのための限定動画などを配信してます。情報量の多い分析をしておりますので、FX の知識をつけたい方はぜひご利用ください。ノートメンバーシップの URL も概要欄にあります。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。